今10時半です。今日はこれから仕事に行ってきます。持っていくハンカチはビビアン・ウエストウッドのピンクとクリームベージュのボーダーのハンカチです。服もボーダー、古着のサマーニットに古着のデニムのスカートを履いてます。今日は午後1で原宿のあたりで打ち合わせを入れてるので、これまではどこかカフェで作業しようかなと思ってます。結構夜まで仕事をする日が続いてて、で今日も多分夜まで仕事しないと間に合わないものがあるのでっていうのと、彼が今日出張で夜帰ってこないので、晩ご飯はコンビニで自分の好きなおかずを買ってささっと適当に食べようと思ってますっていう感じです。自宅に戻ってきました。今3時です。いやー、ちょっと午前中のカフェの作業が全然はかどらなくて、とにかくはかどらなさすぎてやばい。で、今からちょっと集中して頑張りたいと思います。今夜の7時です。私は満腹になると集中力が切れちゃうので、仕事が全部終わってから晩ご飯食べようと思ったんですけど、仕事が目標の半分ぐらいしかはかどってなくて、でもちょっとお腹空きすぎちゃったので晩ご飯にします。そして今日の晩ご飯ですが、ちょっと前に作ったカルディのチュモッパの素でできるそのチュモッパと、セブンイレブンで買った和風おろしハンバーグ、セブンイレブンで買ったタコとブロッコリーとじゃがいものサラダ、自分で作ったキャロットラペとゆで卵、そしてもずくを食べます。いただきます。力を手に入れる資格がある。そして朝はおそらく好きになるものが世のあらゆるものに
今1時過ぎです。今日は午前中ずっと仕事をしてて、でこれからお昼を食べます。最近そばにハマってて、納豆、めかぶ、小ネギ、みょうが、梅干し、そしてここにとろろを足すんですけど、今日はとろろを切らしちゃってないんですが、最近こればっか食べてます。ご飯食べたらまた仕事して、3時ぐらいに友達とお茶する予定なんで、 2,3 時間お茶して、また帰ってきたら仕事する予定です。いただきます。2時半です。仕事を頑張ろうと思ったんですが、なんかダラダラしちゃって、結局お昼食べた後ずっとなんか動画とか見ちゃってました。友達との待ち合わせ時間が近づいてるので出かけてきます。今日も彼の帰りが遅いことが分かってるので、友人とお茶し終えたら帰りにまたコンビニでご飯買って、今日も夜まで仕事頑張ろうと思います。久々にホリデーのデニムを履きました。では行ってきます。友人とお茶をしてから6時前ぐらいに家に戻ってきて、晩ご飯をささっと食べて、8時前から今まで3時間半仕事頑張りました。これからお風呂に入りたいと思います。珍しく頑張れました甘い。シャリってる？シャキってる。あ、ほぼあんこだ。いいね。もうすぐ12時です。今日はこれから彼と秋葉原の方に行って美顔器を見てこようと思います。そろそろ何かしらした方がいいかなと思って、美顔器はヤーマンのピーリングしか持ってないんですけど、それももう全然使ってなくて、多分もうないかも、家にないかもなんですけど、ちょっともうお肌なんとかしなきゃいけない年齢になってきてるなと思って、年を重ねて出る体の変化はもうほんと諸先輩方の言った道をなぞってる気がしてて、昔はシワがないねとか髪に張りがあるねとか言われてた、すっごい言われるなって思ってたことを自分も後輩たちに言い出してて、すごく自分もシワとかシミとかほうれい線とか気になりだしてるので、ちょっと本格的に頑張んなきゃなと思って美顔器を見に行ってこようと思いますっていう感じで、夜は彼とディナーの予約を入れてて、今日じゃないんですけど結婚記念日が
近かったので、その結婚記念日ディナーに行ってきます。で今日持っていくハンカチは金沢旅行に行った時にオモ5で買ったハンカチ。もう最近お出かけバッグこればっかりなんですけど、ノルウェーのマーケットで買ったヴィンテージのバッグ、ガチャガチャでゲットしたちびまる子ちゃんのポーチ、財布、あとこれもポルトガル旅行で買った小銭入れ。ちょっとなんかもう焼けちゃってたんだけど、この辺は味と思ってます。今日持っていくキーホルダーはこちらの3つで、チョイブスさんの福引きで当てたちょっとスヌーピーっぽい犬のやつと、ストレンジャーシングスのデモゴルゴンのレゴのキーホルダーと、あとこれ友達が誕生日プレゼントにくれたんですけど、ギウっていうブランドでネイルオイルなんですよ。めっちゃ可愛くないですかこれ。このキーチェーンちょっと分かりづらいけど、これもついてくるですね。こういうセット、いつでもネイルオイル塗れるし、オイルの香りは2種類あって、これは2番なんですけど、ベルガモットをベースにしたシトラスノートって書いてありました。めっちゃ可愛い。これギウはバームの方が有名だと思うんですよね。こうストーンみたいな感じのバームもあるんですけど、可愛い。これをつけていこうと思います。では行ってきます。欲しいかな。ちょっと土星は難しそうだよね。太陽なんだろう。ジュピター、ジュピター、木星ですね。他に数字は何？距離かな。地球からのでもなんか一周回ってこうおしゃれ、そのおしゃれターコイズ柄みたいな、そういう土星まん丸でもないの？木星まん丸にしたとは思うよ。ピンクかな。横のボタン、それはやば、ピンクか。何？いやシルバーとかでよかったんやな。ちょっと可愛すぎて。持ってたと思うよ、そういう色。可愛い。楽しい。あ、いいじゃん。ピンクからシルバー。彼のもしもしという声とともに女の子にピンクが行きました。ブツブツ効果。
今朝の7時です。今日はこれから彼とサイクリングに出かけます。最近ちょっと土日まるまるゆっくりする時間がなくて、仕事も家でずっとしてたので、体を動かしたくてなので今日は朝からサイクリングに行きます。お弁当屋さんを目指してサイクリングして河原でお弁当を食べたいなと思ってます。もう多分それで今日は力尽きる気がしてるので、家に帰ってきたらシャワー浴びて家の掃除とかしてダラダラ過ごすんじゃないかと思ってます。これはサロモンのランニングベストです。 T シャツはロンドンで買った古着の T シャツ。ランニング短パンみたいなやつは23歳ぐらいの時から持ってるリーボックのやつで、レギンスはユニクロです。今日持っていく本は工藤レインさんのみそじの逆立ちです。いつも通り9ストーリーズのブックポーチに入れて持っていきます。この夏初のカゴバッグ。これか。塩分大事。これです。紫の箱、鳥特製弁当。うまそう。ちょっと贅沢。このね、焼き鳥1本入ってんのよ。やばい、やば衣。でかいでしょ。うんめうんめえ。9時半です。この芋も美味しい。ペロリで食べちゃう。うまいんだよ。焼き鳥が。ネギもうま。足がガクガク。いただきます。いただきます。めっちゃうまそう。これは美味しい、これは美味しい。ストテークのさ、まあね、もうちょっとね。
今11時40分です。ネイルをさっき塗り直しました。今日塗ったのはマニキュリストのグリーンナチュラルネイルカラーグラッセってやつで、これ最近出たやつなんですけど、シロップのようにとろけるみずみずしく魅惑的なツヤが指先を軽やかに彩りますって書いてあって、今これ2度塗りなんですけど、1度塗りだとシアーな感じに仕上がる。写真で見るより塗った方がなんかバービーちゃんっぽいピンクっていうか、なんだろう、この夏のピンクって感じ。可愛いです。これ塗りました。今日は午後から友人たちと遊ぶ約束してて、20代前半の頃にバイト先が一緒だったメンバー2人だから合わせて3人で遊んでくるんですけど、それすごい楽しみにしてて、でその前にもうちょっとだけ仕事しなきゃなと思ってるんですが、最近日焼け対策についてご質問いただくことがちょこちょこあったので、そんな大したことしてないんですけど、一応共有しようと思って、私はこういう感じですっていうのをお話ししようと思うんですが、なんか日焼け対策といっても、このドラッグストアで売ってるような日焼け止めを塗っているだけで、飲む日焼け止めとかも飲んでないので、本当に私はこういう感じですっていうお知らせぐらいで思っといてほしいんですけど、顔は1日家にいてメイクしないっていう時でも、このラロッシュポゼの UV イデア XL プロテクショントーンアップローズプラス、もうこのラロッシュポゼの下地をずっと使ってます。家にいる時はこれを塗って、上からちょっとパウダーで押さえとくぐらいです。で、外出する時は最近はこの MAC のグロープレイライトフル C3 トーンアッププライマー SPF50+PA+++ ライトリーラベンダーっていうやつを上から重ねてるんですよ。これを顔全体に塗って、こっちを顔の中心とか目元のあたりと鼻筋のとことか、ちょっとくすみが気になるところに重ねるようにしてます。夏に自転車に乗るときはこの石器製のスキンケア UV エッセンスミストっていう日焼け止めミストを持ち歩くようにしてて、これらを塗ってパウダーで押さえた後にこれを上からシュシュシュって吹きかけるのと、自転車ですごい汗かくんで、汗かいた後とか、出先でもこれをシュシュするようにしてて、これは顔と、なんとなく落ちてそうな腕とかにもやってます。ボディが家にいる日も首だけは日焼け止め塗ってて、ボディで言うとこっちとかはちょっとサボってるんですけど、首だけは塗ってて、今これ使っててなくなりそうなのがイニクスのバリア UV プロテクションフェイス&ボディっていう SPF33PA+++紫外線吸収剤フリーの日焼け止めを使ってるんですけど、紫外線吸収剤フリーっていうところが私は首元には重要で、それを選んでる感じなんですね。白 T とかを着る日に紫外線吸収剤フリーじゃない日焼け止めをこう塗ってしまうと、後でこう黄ばんできたりするっていうのを見たことがあって、記事かな、はっきりとしたことは私からは分かんないんですけど、一応それに沿って紫外線吸収剤フリーのものを首元に使うっていうことを心がけてるんで、家にいる時はこれを首元に塗るようにしてて、ただこれなくなりそうだから、こっちのベレダのエーデルワイス UV プロテクトミルクっていうのも最近持ってるんですけど、これは SPF38PA++ ってやつで、これも紫外線吸収剤フリーなんですよ。そういうのを選ぶようにしてる。で、それを首元に家でも塗ってるって感じです。外出するときはこっちのビオレの UV アクアリッチウォータリーフォールドクリーム A SPF50PA+++ っていうのを使ってて、これも紫外線吸収剤フリーなんです。で、これはもう全身、首と腕てか見えてるところ全部に塗るんですけど、白っぽく見えるのかもしれないです。サラサラという感じよりはちゃんとクリームっぽいから白く見えるかも。汗かいてくるとちょっとこう関節のここの部分とかにはちょっと溜まっちゃったりするんですけど、これが紫外線吸収剤フリーだから、こういうところも白 T 着てたら黄ばみが気になってきちゃう時があるんですけど、こういうところに当たっても大丈夫かなと思ってこれを使ってるんですね。白 T じゃない時はこっちのビオレ UV アクアリッチウォータリーエッセンス R SPF50 プラス PA++++ っ
ってやつを使ってて、こっちちょっと高いんですね。1200円前後ぐらい。こっち800円900円ぐらいだと思うんですけど、ドラッグストアで。だからなんかもったいないから、これは白 T 着てたらこれは全身使うけど、白 T じゃない今日みたいな日はこれは首だけ、腕とか足とかはこっちにするようにしてます。私の中ではいろいろドラッグストアの日焼け止めを試した結果、このビオレに落ち着きました。これも水っぽいんですけど、ジェリーだから、昔はもっとこうサラサラっていうかウォータリー感が強いやつばっかり使ってたんですけど、どうにも焼ける感じしてなんか黒くなっちゃってんだよなって毎年夏思ってたんで、いろいろ試してみたところ、私はこれが一番合ってるかなって最近思ってるので、ビオレ UV アクアリッチシリーズっていうのかな、それを使うようにしてます。整理すると、これは顔、これは家だけの時で、外出する時はこれも重ねる。自転車に乗る人かはこれを上から吹きかける。これは主に家にいる時の首用紫外線吸収剤フリーのやつを使う。これは全身で、こっちが紫外線吸収剤フリーのやつで、こっちはそうじゃないけど使ってるっていう感じです。多分なんかこのカメラを通してるからなのか、肌が白く見えているような、そういう印象を受けられているのかなっていうコメントを多々いただけることがあるんですけど、多分そんなではないと思います。多分人よりは焼けないけど真っ白だねみたいな感じではないと思います。日焼け止め対策はこんな感じでございます。喋ってたら12時になっちゃったんですけど、1時間ちょっと仕事してで出かける準備したいと思います。今日持っていくハンカチは動物の柄が描かれたヴィンテージのバンダナです。週末にガチャガチャでゲットした木製の柄のポーチに小銭を入れてます。今日は週末こちらもガチャガチャでゲットした昔の携帯なんですけど、これ色が5色あって、私最初ピンクを引き当てたんですけど、シルバーとかの方がいいなって思ってたら、私の後に回した親子の方がいて、その女の子が、小さな女の子がピンクが良かったって言ってたのでちゃっかり声をかけまして、交換しますかって言ったらしたいですってことだったので交換しましたで、しかもこれ録音できるんですよ。もしもーし。っていう携帯のおもちゃガチャをバッグにつけていきます。今日は古着の T シャツにユニクロのバレルパンツブラウンを履いて、上に心臓のシャツを羽織りました。では友人たちと遊びに行ってきます。